ロー、アンニョン、ニーハオ、どうも、はるかです。今日はですね、大分県別府市に来ております。別府は私も馴染みがとても深いところで、今日は特に鉄輪エリアの方の魅力をどんどん伝えていきたいと思います。別府市はですね、源泉の数が日本一って言われていて、その分温泉の数もすごく多い土地柄となっております。あと私がいるここ鉄輪はですね、もう徒歩10分15分圏内にこう皆さんもご存知かと思うんですけど、地獄巡りができる場所もすぐ徒歩圏内にありますので、そういった、鉄輪エリアを今日は紹介していきたいと思います。はい、でこの石畳の目の前に藤屋ギャラリーというすごくおしゃれな喫茶店というかカフェがありますので、こちらに行ってみたいと思います。昔旅館だったものをリノベーションしてカフェに変えてるので、こう入った時も旅館の感じが残ってて、すごく風情がある場所になってますので行ってみましょう。これ昔の藤屋ギャラリーでさっき通ってきた場所ですよね。ここも石畳、向こうまで石畳続いてますね。こんなんも見れるからすごい今と比較できるから楽しいですよね。後ろに見える一辺上人さんの物語をご紹介します。昔ですね、ここ鉄輪は作物が育たないんですよ。なんでかっていうと、地下がすごく暑い環境にあるので作物が育たない。で、昔の方はこの湯煙を見てすごく怖い地域って思っていたらしくて、全然近寄らなかったそうなんですよ。そんな時に一辺上人さんがこの地を訪れて念仏を唱えたらしいんですよ。念仏を唱えると全部の湯煙が止まったらしいんです。で、そこからここは恐れるような場所じゃなくて温泉ですごく癒される場所なんだよっていうのを誤解をこう解いていって、今の温泉観光地になりました。でも一辺上人さんが唱えた時に唯一一つだけ湯煙が止まらなかった場所があるんですよ。それが隣の鉄輪蒸湯跡ってところになります。でも私が今から行くのは現在の蒸湯ですね。現在の蒸湯がすぐ隣にあるので、今から蒸湯に行ってみたいと思います。時間です。開けます。はい、どうぞ。暑かった。むっちゃ汗かいてるの分かりますか？気持ちかった。はい、この後もういっぱい汗かいたんで、この汗の汚れとかデトックスの汚れを落とすために鉄輪の温泉に浸かります。浸かる前に体とかしっかり洗ってから使ってください。蒸し湯むちゃくちゃ気持ちよかったです。汗もいっぱいかいて温泉で落としてすっきりした状態です。すごくなんか体が軽くなりました。でですね、実はこちらに関所っていう薬草があるんですよ。で、ここの中に私さっきまで寝てたんですけど、下にこういっぱい敷いてる草が関所って言って、これ関所なんですよ。今ね、あんまし全然匂いしないんですけど、これ蒸されて枯れていくとどんどんいい匂いがしていて、
蒸されてる時に香りもすごく良くてリラックスできます。で、私あれむっちゃ汗かいたんですけど、8分から10分しかここって入れないんですよ。でもその短時間でこんなに汗かくってもう関所のおかげになってます。関所を使った蒸し湯は、日本で唯一ここだけになるので、もし興味ある方はこちらの蒸し湯来てみてください。はい。お湯に飴に酒と書いて夢竹です。夢竹はですね、別府の温泉、つまり源泉ですね。地下にブクブク湧いてるお湯って平均約100度って言われてるんですよ。どうやってお湯を冷まそうかって考えた時に発明したのがこの夢竹です。で、この上のお湯がまだ100度の状態で、こう竹をこう伝っていったら、下で今ポタポタ落ちてるのが、約40度ぐらいって言われてるので、私たちが温泉に入りやすいちょうどいい温度になってます。別府の温泉はこう地下から湧いてきたお湯をそのままこう何も加水せずにクールダウンしてるので、成分とかミネラルがもう 100% の温泉になってます。それを源泉かけ流し温泉なので、鉄輪とか別府は源泉かけ流し温泉がすごく有名。なんでかっていうと、夢竹を使ってクールダウンしているから。鉄輪の湯治文化であったり、地獄蒸しの歴史なんかを、いろいろ詳しく教えていただくのは柳屋さんのオーナーの英子さんです。よろしくお願いします。ということですね、早速館内の紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは柳屋へようこそ。どうぞお入りください。失礼します。はい、お泊まりの方がくつろいでいただくお部屋で、ここで本を読んだり新聞読んだり、お手紙を絵はがきを準備しているんですよね。手紙を書きたいなって気持ちになってくださると嬉しいなと思って、そうやって思い思いに過ごしていただくこともできますし、夜になるとそれぞれ地獄蒸ししたものを皆さんこのテーブルに持ち寄って、ちょっとした社交場のように皆さんここで食べ物の交換したりしながら仲良くなったりしています。で、下見ていただくと、こう温泉の蒸気が館内をわーって巡ってるんですよね。なのでこれが温泉暖房で、冬になると温度のように館内全部がすごくあったかいです。自然のものをエコで上手に使ってるって感じですよね。調理もできますし、洗濯物の乾燥とかにも使ってますし、サウナにもなってます。柳屋は当時のお部屋と旅館で1泊2食を前提としたお部屋と、ワーケーションって最近流行ってますけど、お仕事しながら滞在するような、仕事にも使い勝手がいいようなお部屋、いくつか選択肢を準備しているんです。で、この建物自体はどちらかっていうと当時のタイプの長期滞在のタイプのお部屋なんですけど、ちょっとご覧ください。昔でいうと杜氏っていうのは3週間はされてたそうなんですよね。そうなんですか。お米や味噌をリヤカーで引いて福岡の方からいらっしゃってたそうなんですけど、なかなかでもね、現代の暮らしの中ではそれが難しいんですけど、それでもやはり何度も来てくださってる方はゆっくりする良さを感じてくださってますので、3泊あればいろんなちょっとこう本当にリフレッシュできるようなって感じでいらっしゃる方多いです。なるほど。ここはですね、地獄蒸しをされる方だとか、長く湯治をされる方は自炊の方も多いんですけど、その方のための調理室なんですよね。ここでやはり調理しながら皆さん仲良くやってらっしゃいます。いいですね。こうコミュニケーション取る場所がたくさんあればあるほど。そうですね。どこかですれ違いながら仲良くしていただいて、どこにいてもリラックスができるし、なんか湯治文化をすごい味わってる感じがしますよ。心とか体のなんか心身を回復していくというか、長期滞在しながら回復していくっていう意味ではすっごくいいです。はい、ということでですね、本日地獄蒸し体験を行っていきたいと思います。そもそも地獄蒸しってどういう料理になるんですか？鉄輪だとかは、湧いてくるお湯の温度がとっても高いので、蒸気が一緒に上がってくるんですよね。で、その蒸気の中には塩分とかミネラル分がたくさん入ってまして、あちらの
釜だと分かりやすいので。わかりやすいですか。この地獄釜の下にはバルブがついてまして、バルブを開けてみますと、お願いします。めちゃくちゃ出てる。これぐらいの勢いで蒸気が出ますので、コントロールしていかないと危ないですよね。必ずやけども注意なんですけど、そうやって圧力がかかって湯気が出ますので、この食材の中にうまみがギュッと、塩分だとかミネラル分のうまみがギュッと入り込むことができます。これってちなみにもうどのくらいからずっとこう出てるんですか。深さという地下は300メートルのところに、300メートルから油もあんまり使えませんし、アクだとかもタケノコをこの中で蒸すと1時間ぐらいするとアクがきれいに取れて、すっごいホクホクして美味しいんですけど、早速蒸していきたいと思うんですけど、やり方とかってありがとうございます。で袋をして、食材を先に釜に入れてしまってください。入れます。中心そうですよね、ちょうど。はい。手袋してるから全然熱くないです。はい。そして蓋しましょう。はい。蓋します。いいですね。シンプルですね。はい。そしてこれを開くだけ。そうですそうです。8分10。大丈夫ですか。もうあっという間に。おー、すごい。多分これぐらいだと10分ちょっとで蒸し上がると思います。ということで10分経ちましたので、早速取り出していきたいと思います。はい。すっごく熱いので、あ、そうですね。閉めちゃいます。ちょっとまず黙々を緩めるために閉めます。開けます。うわー、むっちゃカラフル、すごい。で、エビも赤くなってる。パって貝が。ほんまですね。よいしょ。美味しそういい色ですね。はい。彩りが完璧です。貝もパクって開いて、エビも綺麗な赤色に変わりました。綺麗。では大分県佐伯市で採れたヒオウギ貝からいただきます。美味しい、プリップリしてる。今日は英子さんを通して神縄の当時文化であったり地獄蒸しの歴史を教えていただきました。勉強になりました。ありがとうございます。今日はこちら柳屋さんに一泊したいと思います。今日は英子さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください。はい、ありがとうございます。楽しみます。というわけで本日は大分県別府市神縄エリアを散策してきました。これから始まる大分県の YouTube チャンネルをよろしくお願いします。今日訪れた各スポットの情報は概要欄の方に載せておりますのでチェックよろしくお願いします。これから安全安心な旅ができるようになりましたら、ぜひ神縄でゆっくり過ごされてはどうでしょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで私は柳屋さんで温泉に入って寝ます。それでは皆さんさようなら。